明治22年の東海道本線の全通まで、旧東海道は日本の東西交通の要でした。旧東海道の宿場の風景を富士山の見え方という観点で見ていく。1回目は神奈川宿です。神奈川宿は京浜急行神奈川新町駅あたりを東の出入り口とし、京急神奈川駅付近が中心で、ここで西に大きく曲がって現在の横浜駅の北あたりが西の出入り口でした。明治の初め、鉄道が開通した頃の地図を見ると、東海道は海沿いの道だったことがわかります。海の中を埋め立てて鉄道が走っています。今の横浜駅のあたりは、江戸時代は海の中でした。神奈川宿の西の出口付近は大町、または西台と言われた高台で、眺望の良さで知られていました。ただし、富士山丹沢の西の山の方向の視界は丘陵に遮られています。江戸名所図絵でも海を中心とした景色が描かれているようです。ただし、図の右上には富士山が描かれています。江戸時代に書かれた神奈川砂子は大町のところ西台の図で、西の方には富士の高根を山越しに見渡しとあります。大町からは富士山が見えたはずです。歌川広重の東海道53次神奈川宿大の景の浮世絵を見てみましょう。旅人を引き止める宿女たちの画面の奥、峠の先に気になるところがあります。大町の峠の先に白い三角形が見えています。本当はこの部分は筋によって全然異なるのですが、この画像だと白い三角形、つまり富士山にも見えます。現在の大町の峠関門跡に立ってみます。ピークファインダーというスマホソフトの画面で、線画は見えるはずの景色を示しています。道のほぼ正面に富士山が見えるはずと指摘しています。本当なのでしょうか？現在の関門跡には、関門はここより少し西にあったと書かれています。関門跡の記念碑の場所から少し西に進んでみましょう。ここから見ると、歩いていきます。ここで富士山が見えてきます。大体この辺ですね。でも富士山が見えるのがわかるかと思います。水がなければもう少しちゃんと見えます。ここまでですね。この辺まで。なんとも微妙ですが、今でも見える。富士山は宿場町を出て峠を越えると、旧東海道の道の正面にいきなり現れます。当時の人にとってインパクトがあった景色だったと思われます。実はこのような富士山の演出は神奈川宿だけではありません。この後、旧東海道の宿場を出た時の景色を富士山の見え方という観点で調べていきます。次回は富士山が正面に大きく見える大人宿上方見附の富士見をお届けします。